for me. Easy tiger, easy, let your hair down. 皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。本日は羽田空港第2ターミナルにいます。 ANA の修行を終えて SFC に到達してから初めての ANA フライトです。これから連休を使って家族で沖縄に行きます。 ANA ラウンジもようやく初体験。今日のフライトは沖縄に23時過ぎに到着なので、羽田で晩ご飯を食べておきます。二民4階のエアポートグリルです。ちょうど窓側のテーブルが空いていて飛行機がよく見えます。二民は ANA の巣みたい。大小さまざまな ANA 機がせわしなく移動しています。息子のお子様ランチは飛行機に乗ってやってきました。日の丸の旗が立ってるとJAL機みたいだね。僕はがっつりお肉をいただきます。美味しそうです。このレストラン、飛行機と東京の街並みが一緒に見れてすごくいいロケーションですよね。ご飯を食べたらちょっと展望デッキに寄ってラウンジに向かう予定。初めての ANA ラウンジ楽しみです。夫婦で SFC になったので子供たちも一緒にラウンジに入れます。ライティングがかっこいいね。ちなみに今回の行きは 787-10 の予定。個人モニター付きの機材のはず。スター・ウォーズもいました。それではラウンジへ。最近まで改修工事を行っているのを見てましたが、こんな感じになったんですね。 JAL の桜ラウンジと同じぐらいの座席数かな。お客さんは多め。ビールサーバー、ツリンもあります。青汁があるの面白いね。青汁って人生で一度も飲んだことないかも。とりあえずビールをもらいました。機械で入れたのに泡が多め。じゃあちょっとのんびりしましょう。他にもお酒は種類がありました。子供たちにはチョコが好評。お酒はほどほどにトマトジュースにしました。プレミアムラウンジは照明も白くて明るめで高級感はそこまでないんですね。混んでるからそう感じたのかもですが、ライフタイムマイルのタグが展示されています。 ANA からまだまだ先は長いぞと言われている気分。搭乗便はちょっと遅延が発生しているみたい。では搭乗です。市場では明るい時間に沖縄に向かうことが多いので、夜のフライトはあまり経験がないですね。遅れずに到着してほしい。いつもの癖で右の窓側席を予約したけど、暗くて富士山は見えなさそう。2時間半くらいのフライトの予定です。シートピッチはちょっと狭め。まあ短いフライトなので問題ないでしょう。息子はずっと見たがっていたポケモンの機内ビデオをようやく見れました。家族での移動はいつも JAL なので、子供たちにとって ANA 便は初めてです。東京上空を飛んでいきます。今回の沖縄はプロ野球のキャンプを見に行くのがメインの目的。我が家は沖縄にも家があるので3日間そこに滞在します。なので沖縄に行くのはザ旅行みたいな気構えがいらず気楽なんです。静岡の辺りを飛んでいますが、やっぱり富士山はさっぱり見えず、到着も遅い時間になるのでちょっと寝ておくことにしましょう。沖縄の街並みが見えてきました。南の方からの侵入になるみたい。フライトはやっぱり遅れて23時27分に到着。ユイレールの終電が23時30分なので当然間に合いませんでした。このケースは ANA の規定では保証対象外なんですが、全便遅れで搭乗便にも影響が出てるのに保証がないのはちょっともやっとします。外に出てきました。急春到来。タクシー乗り場は列ができています。でもタクシーがどんどん来るので大丈夫そう。今日はこれで家に帰ります。映えない海からおはようございます。沖縄めちゃくちゃ寒いです。風も強いし曇ってる。ここは宜野湾、横浜ベイスターズのキャンプ地です。トロピカル感は皆無。
冬の沖縄は風が強い日が多いですけど、それにしてもこれは辛い。横浜と比べたら暖かいけど南国って感じじゃないよな。今日は浦添で試合があるから選手は移動済みだと思うけど、ちょっとキャンプ地の様子を見に来てみました。宜野湾海浜公園に練習場所が点在しています。グッズショップもあるんだね。今日の予定、キャンプ終盤だからスカスカだ。グッズも売り切れのものが多くて残念。来年は早めに来た方がいいね。ここで紅白戦とかやってたんだね。今日は誰もいませんでした。選手のサイン入りの横断幕の前でファンがみんな写真を撮っていました。こういうので背番号が書いてないと全然判読できないよね。数が少ないから全選手が書いてるってわけでもないみたい。ショッパーとグッズをいくつか買いました。パックは普段のハマスタでの観戦でも使えそう。じゃあ浦添に向かってオープン戦を見よう。試合開始に間に合わなかった。今日の対戦相手はスワローズ。彼らの拠点はこの浦添にある ANA ボールパーク。ANA はこういうところにもお金を出してるんですね。地域振興に一役買っています。スワローズの応援が盛り上がってる声が聞こえるのでちょっと不安です。それでは試合を見てきます。6対1でベイスターズの勝利でした。ついさっきまで選手たちがクールダウンなのかちょっと体を動かしていました。いやー、勝ててよかった。スタジアムのそばに穴場を発見。ちょっと遠いけどこれはバッチリ試合が見えたんだね。小高い丘の続く感じが沖縄っぽいね。奥には宜野湾の海も見える。試合後にやってきたのはめんこいマウロア。キャンプ地の近くのラーメン屋さんでベイスターズの選手もよく来るらしい。パッと見ただけでも牧選手とか3回は来てる。油そばを注文。具沢山でめちゃくちゃ美味しそうです。息子はラーメンにチャーハンも言ってました。こっちも美味しそう。ごちそうさまでした。家族が梅つけ麺を食べてたけどこれも美味しかったです。これはキャンプ中の選手が通っちゃうのも納得。ごちそうさまでした。最終日はここからスタート。少し前にも来た宗像発酵研究所の中にあるポンテさん。この間来てからファンになってしまって今度は家族と来ました。自家製麺はもちろんのこと全てが美味しいお店です。まずは前菜の盛り合わせから。手作りのチーズや沖縄県産のインゲン、ナスのグリルにドライトマトなどなど本当に全てが美味しい。パスタは3種類。僕はアマトリチャーナ。カルボナーラも美味しそうでした。こちらはグリーチャ。豚のほほ肉のグアンチャーレを使ったパスタですね。これも美味しそうだ。どれも絶品でした。それでは今日も野球を見に行きましょう。城瀬でキャンプを張っているタイガースとの練習試合。うちとは雰囲気がだいぶ違う。地方球場のいいところでめちゃくちゃ近くで選手を見ることができます。今日は練習試合なので若手も多く出場しますね。残念ながらこの日はタイガースの勝利。でもいつもと違う雰囲気で楽しかったです。今日は最終便で東京に帰るので海かじテラスにご飯を食べに来ました。晴れていればそろそろ綺麗な夕日が見える時間なんだけど今日はダメそうですね。チャイナエアが降りてきました。風が強いけど安定したランディング。今日はテラス席は避けて店内で食べます。ステーキを食べます。この連休はちょっとがっつりしたご飯食べ過ぎな気もするな。息子もお肉いってます。この辺は遺伝ですね。そんなこんなで空港まで帰ってきました。
あちこち移動したのでバタバタでしたが、東京に帰るとしましょう。帰りも ANA のラウンジを使ってみます。修行第1弾の結婚祭りの時以来だ。最後のオリオンビール。羽田の時よりも泡の量がまともだ。ビールとチョコ。少し時間があるのでのんびり待ちます。沖縄のラウンジも高級感というよりは清潔感っていう感じ。ANA はそういう方針なのかな。それでは登場です。明日はまたお仕事なので寝ながら帰りましょう。帰りは787-9で個人モニターはなし。シートピッチはこっちもちょっと狭め。モニターがなくて息子はがっかり。すぐ寝ちゃったんですが、気がついたらもう羽田の近く。あっという間だけど楽しい沖縄でした。それでは今回はここまで。また次の旅でお会いしましょう。さようなら。